どうも、大キングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は M2 iPad Air おすすめアクセサリーをご紹介したいかなと思います。探してみました。基本的にはね、前回もご紹介した iPad Pro と同じようなものを選んでおります。それのiPad Air バージョンですね。いくつかもう実際に持ってるものもありますので、最後お見せしようかなと思います。今動画ね、準備してますので、実物もね、しっかりレビューしますんで、ぜひね、チャンネル登録してお待ちください。というわけで、サクッとね、見ていきましょうか。はい。で、今回もですね、この M2 iPad Air 11、13インチのおすすめケース、フィルムっていう形で、Amazon フロントの方にですね、まとめてありますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。一覧でね、見やすいと思いますので、一部なんかね、タイムセールしてる頃もあるので、チェックしてみてください。まずは、行く前に、昨日ね、動画更新したんですけど、安く買うっていうやつね。なんかね、Amazon でも本体がですね、安くなってたので、一応紹介しておきます。128GB で、今2000円ぐらい安いのかな ?256 とかもですね、安くなっております。普通に Apple Store とかで買うより安いので、はい。ただ13インチはまだ安くなってなかったかな。13インチは安くなってないかな。まだね。256安かった、そういえば。これ前回の動画でですね、こちらでお話ししてるので、ぜひチェックしてみてください。まとめてます、全部。本題ですね。まずガラスフィルム系なんですけど、今そのガラスフィルムが、これが13インチはありましたね。iPad Air の、2マスね、この普通のガラスの光沢タイプかな。指紋とか透明感、指紋目立たないっていうのと、透明感とか、貼りやすさっていうところではね、いいんじゃないかなと思います。20% オフクーポン来てるので、1000円ぐらいか。結構ありがたいですよね、この時代に。しかも13インチだし、他にも紹介しますけど、ジェットダイレクトとかもね、結構いいんですけどね。はい。ここら辺ね。2マスと11インチがね、これなんかなかったんですよね、ただね。ESR なんですけど、13インチの保護フィルムかな。セットですね。またね、レビューしますけど、ていうか今手元にあるんですけど、強力保護っていう感じで。2パック入ってて、これね、ガイド合わせ、この箱がね、ガイド合わせになってるんですよ、そのまま。なんで上からもうパチッとやるだけで貼れるので、これね、すごい簡単でした、正直。使いやすいし。一旦これでいいかなっていう、貼りやすさっていうところではね、11インチがね、なんか対応してないのかなわかんないけど、プロとかはあるね。で、今度またね、こっちの、これ届いたので、アーモライトみたいなやつ。こっちはね、強化版みたい。変わるのかどうかね、試してみたいと思います、動画で。気になる方は、チャンネル登録お願いします。ということで、これ最近出たやつかな。若干高いんですけど、はい。ここら辺のケースとかもね、普通にいいですけどね。ジェットダイレクトかわかんないけど読み方が。QH 強化ガラスフィルムになっております。これね、11インチ用ですかね。11インチ用のやつがあることあるんですけど、なんか良さそうなのがね、あんまりなくて、意外とないんですよね。ここら辺結構コスパいいんですよね。ジェットテックか。ジェットダイレクトね、そんなに値段高くないんですけど、結構品質が良くて、今 iPhone ケースとかね、僕使ってるんですけど、すごい良かったので、買ってみますなんでね。ESR のペーパーライクフィルムかな ?ESR のですね、iPad Air の、これ13インチ用になります。結構安くなってるな、今な。200円クーポン使うと、2000円ぐらい。こちらはですね、13インチ用の着脱式になります。後ほど見ますけど、プロ用持ってるんで今。磁石でくっつけれるんですよね。上からくっつけて、マグネットで。全然取れないです。で、このケースみたいなね、クリアファイルみたいなの入ってます。すごいね、0.25 って書いてあるけど、なんかちょうどいい引っかかりなんですよね。ナノテクスチャーガラスみたいな雰囲気になる。指紋とかも目立たなくなるので結構いいかなと思いますね。超薄型。そんなにね、厚みもないし、すごい使いやすいですね、正直。めっちゃいい。やっぱ取り外せるっていうのが、結構いいかなと思いましたね。上からパッてね、これね、貼るだけなんですよ。すごい絶妙なね、摩擦具合というか、引っかかり具合っていうのかな。これ結構おすすめです。普通のフィルムのタイプもありました。はい。そうだ。で、フィルムを貼ってからさっきの、着脱式フィルムの上からでも使えます。はい。これ結構面白い。普通にこのペーパーライクフィルム自体もありますので、もうそのまま貼りたいよっていう人はこれでいいかなと思いますね。これもでもね、エアの11インチはまだないっぽいんだよね。もしあったら、ぜひね、教えてください、コメントで。これまでさっきの、このまま貼れるんじゃないかな。貼るタイプだと思うんで、13インチはね、あります。簡単貼り付け。この枠みたいな感じになってるもん、なんか箱に入ってるんですけど、このまま。見るか、後でね。ESR 以外だとなんかこれが良さそうな感じではあるんですけど、ペーパーライク。反射低減とかっていうところでは。どうなんだろう、書き心地とかが。アンチグレアとかは入ってますね、やっぱりね。ペーパーライクではあるんだけど、
アンチグレアでもあるって感じ。やっぱりでもね、指紋が結構こんな感じで生きづらくなったりとか、反射すごい抑えれるんで、そこら辺気になる方はいいかもしれないですね。メモを良くするとか、イラストするとか、エアだといいかなっていう感じ。iPad Pro とかだとね、どうしても有機 EL そのまま見たいんで僕は取り外しできる方が好きなんですけど、エアならいいかなっていう気はしますね。書きやすいらしい。はい。で、結構いろんな種類あるね。11、13インチもある。はい、これケースなんですけど、ジェットダイレクトのケースかな。こちらもシンプルで使いやすいタイプですね。画像が前のやつになってるけど、寸法ね、完全に前のやつと一緒なんで、今までの iPad Air 4世代、5世代ですね。2020年とか2022年モデルのものをそのまま使えますので、ここら辺もいいとこかなと思いますね。一緒です。ちょっと画面が大きくなっただけなんで。はい。で、マグネットでやっぱこう、シンプルにね、くっつくタイプがいいかなと思いますね。オートスリープとかも対応しております。はい。60度と30度かな。お絵描きと動画鑑賞とかにちょうどいいのかなっていう感じ。てか安いなと思ったこれ。後ほど見せますけど iPad Pro 用持ってるんですけど、普通にいいですね。 ESR もう安定って感じ。基本的にさっきと同じなんで60度かな、全く同じような感じだと思いますね。正直ね、さっきの方がコスパはいいかもしんないけど、この安定感っていうのがESR の素晴らしいよね。このねマグネットの品質ね、全然なんかね純正ケースみたいな感じ。Apple のね純正ケースみたいな感じでございます。 Apple Pencil Pro使えます。はい、これ全然 OK。 13インチもある。やっぱエア安いからいいよね。前のモデル使えるから。はい。でこれピタカのね、これ今送ってもらってるんですけど、いいですよねやっぱりね。薄型で軽くてね、もう全部1個でやりたいなだったらこれかな感じかな。さっきのESR のやつとかは角度がね2段階しかないので、こういろんな横向きとか、これ縦向きもいけるんだよね。しかもね、そう4パターンあるんで、そういう意味ではいいかなと思います。こっちもなんでマグネットでくっついてストラップもついてる。クオリティはねもう問題ないですよねやっぱね。このいろんな角度、折り紙で最初ちょっとねこれコツいるんですけど、いろんな角度でこう使えるので、横向きとあと内側折りと確か外側折りかなで2パターンずつあって、全部4パターンですね。これまたレビューします。はい、これはいいですよ。ブルーとか可愛いな。はい、これ ESR のこっちはねケース付きのタイプですね。これペンと縦置きもこれできます。5つか、ケースがあって、ケースにこうくっつくんですよね。外のこのカバーっていうのかな、カバーもついてて、あとこの後ろのこの黒いやつもひっついてるっていう。分離できるっていうのが着脱式って感じかな。スタンバイとかフリーモードとか、ゲームするときはこう持ってとか、動画するときは置いてとかで、縦置きとかもできますね。これね結構ねいいです。割と安定する。この ESR のやつはカラーが結構あるので、ここら辺いいとこですよね。ピンクとかフォレストグリーンとかある。13インチのモデルもあります。でこれねちょうど今日届いたんですけど、これがもっとこう角度調節がさっきのもっと強化版みたいな感じ。上置き目線がこれ高くできるのがいいですよね。作業するんだったらこれがいい気がしますね正直ね。ブラウジング縦置きもできるし、で角度がねすごいねめちゃくちゃ調節できる。これすげえ調節できる。本当に10度ぐらいからほぼ90度ぐらいまで使えるんで、カバーがついてて、これもなんでさっきと同じ着脱式なんですけど、ここのねほぼ無段階までいかないけど8段階ぐらいあるのかな。めちゃくちゃね調節できます。ただやっぱさっきのと比べると重くはなると思うね。5つ目ではあるので作業用って感じかな。仕事で使うならいいかなって思いましたこれね。でクオリティは全然いい。めちゃくちゃいい。であとこのマジックキーボードね、偶上ドック、これもねなかなか良いです。マジックキーボードね多分今5万ぐらいするんで、ぶっちゃけこれでいいよねっていう感じで、今までのやつ使えるんですよね。 iPad Pro の今回新しいやつはこれ対応してないんですけど、 iPad Air に関しては今までのマジックキーボードを使えるので、この廉価版のやつとかも使えます。これがいいとこですね。トラックパッドとかはついてるんでね、これ買っとけば正直間違いないかなっていうところではあります。MacBook っぽく使えるので、パススルー充電もできますし、純正が5万円ぐらいするっていうことを考えるとすごいいいかなと思います。しかも13インチのモデルもねあるんで、なんで昔のプロとかね使ってた方だと、今のエアーにもこう、ね、使えるんで、そこはいいところですよね。アップルのねスマートフォリオもうセージだけね13インチ、これ新しいやつだと思うんですけど、なんか安くなってましたねなぜか13,000円。ただもっとね発送まで時間かかるんだけど、で11インチのチャコールグレーとか、クオリティはねやっぱりね純正なんですけど、結構いい値段するんでね、全然 ESR とかでいいと思いますね正直ね。で Apple Pencil Pro に関しても、今回 iPad Air ですね、 Apple Pencil Pro が使えるんですよね。昔のモデルは残念ながら対応してないので、そこがいい点かなと思います。 iPad Air でもこの使えるんで、プロでもエアでもね
他のモデルなんで今まで通りの Apple Pencil 第2世代かな。今後の確かにね投資的な意味合いは大きいかもしれないね。対応機種はやっぱりこっちの方が多くなりそうなんで、基本的にでもそんなに変わんないと思います。使いやすくはなってる。であとは軽くこの充電器とかね、アンカー511チャージャー、これはねめっちゃ軽くておすすめです。全然 iPhone 用とか MacBookにも使えるので、MacBook Air までなら OK です。なのでもちろん iPad には 30W ぐらいまで高速充電できるんで、純正のやつよりこれね折りたたみプラグですし、折りたためるんですよね。でめっちゃちっちゃいです。これ本当に500円よりちっちゃいかな。ですごい軽いんで iPhone のね充電器と同じサイズ感なので、これおすすめです。でカラーもねいろいろ iPad に合わせて、iPhone に合わせてあると思うんですけど、これあるんでブルーとかすごい良さそうです。チェックしてみてください。これね本当に普通におすすめ。 iPhone 用としても使える、 MacBook Air も使えるし、クリーナーとかもね結構やっぱりね手で触るとね iPad 汚れちゃうんで、結構持ってた方がいいかなと思いますね。このエレコムのやつとかでいいと思うんで、500円1000円前後で大体あるんで、全然メガネクリーナーとかでもいいと思うんですけど、汚れます iPad どうしても。そういう意味でさっきのね、ペーパーライクフィルムとか気になる人は貼った方がいいかもしれないですね。ということでまとめておりますので、全部こんな感じで、チェックしてみてください。あと皆さんおすすめとかあればぜひね教えてください。で iPad Pro の方もこっちにね全部まとめてあるので、またレビューはしますけども、モフトとかもねおすすめかなと思います。あとペンシルホルダーとかもつけても結構取りやすいんで、サンダーボルトはいらないか、対応してないから。このハブとかもね結構いいので、1個持ってれば全部ねできるんでね、いろいろクリエイティブなことしたい方はおすすめでございます。 iPhone のやつとかもまとめてあるのでチェックしてみてください。今回のやつこれですね。安く買う方法だったりとか、 iPad Pro ねレビューしてるんで、iPad Pro のさっきの今回の iPad Pro バージョンとか iPad Air と Pro の前のモデル、これね結構すごい仕様が似てるんでどっちにするかだったりとか、iPad Pro と Air 今回新しいのどっちにするかとか、いろいろねどうやって選んだとかもお話ししてますのでしてみてください。このソニーのヘッドホンとかもおすすめでございます。コミュニティ欄であといろいろあるんでチェックしてみてください。アンカーのまたなんか今日出てたな、そういえば。ということでこの動画少しでもいいなと思ったらぜひ高評価とグッドボタンじゃなくてチャンネル登録お願いいたします。またレビューします。でケースちょっと見ます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあまたね。ということでサクッとケースをね見ましょうかね。これ ESR のさっきの多分一番安いモデルかな。これグレーになるんですけど、今、iPad Pro の M4 につけてます。背面こんな感じで、横は開いてんだけどしっかりでこのちょっとで浮いてるんで本体には当たらない構造になってます。後ろこんな感じ。基本的にはね多分純正ケースとその構造は一緒なんじゃないかなと思います。でここに、ペンをなんていうかな、この押さえるところがついてます。でこれ後ろにこっちもつくのでペラペラしないっていうのもいいところかなと思います。でこのままで今ねこれがね着脱式の、でも汚れちゃってるけど着脱式のですねペーパーライクフィルムになってます。つけてみようかな。見た目ねそんなに変わんないと思いますね、正直ね。でこれなんでこのまま外せますんで、こんな感じの見た目で外すと、こんな感じで、そんなに変わんないですよね。やっぱ指紋とか反射とかは割と抑えれるのかなと思うのでおすすめではありますね。結構ねフィルムがないと多分オートスリープね大丈夫だと思います。これ質感ね結構普通に多分純正ケースとそんな変わんないんじゃないかな。なんでこれ2段階かな。これ確か60度だと思うんですけど、このぐらいの角度、動画鑑賞にちょうどいい感じかな。でこういう向きもできますので、こう置いてペンで描くみたいなモード、大体この2段階かなと思いますね。で閉じてっていう、よいしょ。オートスリープ OK ですね。さっきのなんでペーパーライクはなんかね反応しなかったんですけど、そのまま使うと全然、結構反応よくパチッと閉まってくれるんでおすすめでございます。またこれレビューします。なんでペンシルもここに収納できるという感じでございます。これiPad Pro 用ですけど、エアも一緒ですね基本ね。こんな感じで下も軽くていい、これめっちゃいいです。またお会いしましょう。ちゃんとレビューしますね。そうだ、これもレビューします。着脱式のやつ結構質感いいんだよね。プロ用ですけどこれも結構いいです。くっつけれるんで簡単に